美しく広大なペリトモレノ氷河。氷でできた世界が広がるこの場所、まるでむき出しの地球そのものに触れたかのようでした。皆様こんにちは。今回は世界最大級ペリトモレノ氷河を見に行きます。空港に着いた時、ついにパタゴニアに来たとの思いを募らせていました。ちなみにエルカラファテ空港はレンタカーの窓口や売店はありましたが、小さな空港でした。ウーバーの台数がとても少ないとのことで、ホステル経由で手配したタクシーに乗り、街に向かいます。一旦ホステルに荷物を預けてカフェに入りました。コーヒーはキリッとした酸味で朝食にぴったり。チーズとハムのホットサンドはハート型で、味も見た目も良かったです。店内の雰囲気も良く、ゆったりできる場所でした。このエルカラファテの街は小さいながらもレストランやカフェが充実しています。お土産も地域色がとても出ていて、見ているだけで楽しかったです。こちらが今回泊まるホステルです。撮影を忘れてしまったのですが、部屋は2段ベッドの個室でした。ベッドは正直強度が頼りなく、寝心地もいいとは言えませんでした。その分料金は他と比べて抑えられていたと思います。またトイレシャワーは共用ですが、清潔で水量も良かったです。この日は共用のキッチンで食事を作り、近くのスーパーで買ったワインとともに食べて、早めに就寝しました。ペリトモレノ氷河へはツアーで向かいます。天気が良く、街の近くのアルヘンティノ湖が太陽の光で輝いています。氷河のある国立公園の入場チケットは事前購入してほしいとツアー会社に言われました。チケットを公式サイトで購入する際に、クレジットカードの情報入力の欄でカード所有者の書類を求められます。これが最初謎だったのですが、ツアー会社に問い合わせたところ、パスポートナンバーの数字部分だけを入力してほしいと言われました。その後購入や使用において特にトラブルはありませんでした。そして公園に到着。目の前に見えてきたのがペリトモレノ氷河です。その後すぐに氷河クルーズに向かいました。船内で注意事項などについての説明を聞きながら進んでいくと、氷河が目の前に広がっていました。ペリトモレノ氷河が覆っている面積は約250平方キロメートル。水面からの平均の高さはおよそ70メートルなのだそう。さらに水面下も含めた氷全体の高さは約170メートルもあるのだそうです。柱のような形。尖っている形と見た目が異なっているのも神秘的です。ボートは氷河の崩落を見るために30分ほどこの場にとどまりました。残念ながら見ることはできませんでしたが、心に残る風景でした。船から降り、トレイルを歩きます。上から見ると、一層増した氷河の存在感に思わず立ち尽くしてしまいました。ここから全く別の世界が始まりそうな雰囲気。ずっと続く先に何があるのか見てみたくなり、冒険しているかのような好奇心と高揚感が湧き上がりました。
トレイルを進み、氷河の南側がよく見える場所へ。氷河は6月から12月にかけて前進し、12月から4月にかけて後退するのだそう。ここで崩落を待つことにしました。すると、雷のような轟音は大迫力です。観察中、鷹が近くに寄ってくることも。ふわふわの羽毛がとてもかわいいです。そして崩れていく氷の形や水しぶきまでしっかりと映すことができました。40分ほどとどまって崩落が見られたのは4回。充実した気持ちで町に戻りました。夕食に訪れたレストランです。食前のパンとソースがすでに美味しく、料理への期待が高まります。これが名物のラムのパリージャ。パリージャとはアルゼンチンのバーベキューで、特にラムはパタゴニアの名産。臭みは全くなく、肉のうまみと繊維の歯切れの食感がたまりません。肉だけでなく野菜も香ばしくて美味しいです。お酒も飲んで言うことなしの夕食でした。ペリトモレの氷河の旅はここまで。美しさと迫力を兼ね備えた自然の結晶ともいえる氷河と、豪快かつ繊細さのあるパタゴニアのラム料理には誰しも満足すると思いました。ご参考になればと思います。